はい、どうも。今回はですね、僕たち北海道を回ってる道中にですね、たまたま視聴者さんと出会いましてですね、その方が乗っているシェルがとんでもないものだったので紹介したいと思います。はい、それでは早速外見見ていきたいと思います。自作ですね。自作でございますね。で、ベース車が、スズキのキャリーですね。ミッションでございます。上にね、ルーフつけてて、こちらは結構なんかゴミ入れとかに使ってるみたいですね。中置きたくないもんね。そう、わかるわ。めっちゃわかります。タイヤもね、結構ホイールとかも変えてて、14インチかな。タイヤになってます。はい。窓はあるやつで、取り付けの時にちょっと加工して、取り付けられたみたいです。はい。これが入り口ですよね。こっちも窓あるんそうやね。本当は羽根殺しの丸い可愛い窓にしようと思ったんだけど、枠が黒しかないのと値段がプラスちょっとでこれになったんで、じゃあって開く方がいいですもんね。網戸もあるし開くし、こちら換気扇ですね。それはね旧排気扇です。真ん中に仕切りがありまして、片側が排気片側が吸気になって、ほんまに仕切りがほんまや。それで外部用なので羽が上向いてるんですよ。はい、普通の方が使ってるやつは洗車の時にホースで下からやると羽が下向いてるので中入っちゃうんです、で換気扇壊れちゃったり、室内が水浸しになったり、これが外部用なんで羽が上向いてるんです。それでなおかつ奥に逆向きのが待ち構えてて、下がためになってて、溜まったやつが下の穴から出るように。すごいな。だから洗車場の高圧洗浄機でバーッとそこから狙っても中には入らない。一滴も出ないです。こっちが走行充電器とインバーターとバッテリーとの通気口なんですけど、ちなみに外装って全部これはアルミの板です。全部アルミで。アルミで。なるほど。でこのボーダーっていうんですけど、見切りの部分だけステンレス。なるほど。こういうこことかもそうですね。なるほど。この丸が欲しかったんで、上はファンキャップっていう鋼材の丸い手すりの頭にこうかぶせるような半丸のキャップがあるんです。それを4分の1に切ってああいうふうに仕上げちゃう。なるほどな。これしかも全部ヘアラインですよね。そうです。でこれは後ろバックモニター。それはバックモニターっていうかドラレコなるほど。で常に後ろを見てる感じですね。あとは分離の時のコネクターですね。電源コネクターとこれか。バックランプとそれから映像の線と。ここで外すようにしてるんですか？そうです。いや、シェルを外すときに。そうです。なるほど。コネクターが4つになっちゃってるのかな。アンダーソンコネクターっていうのが、それが充電器用のソーラーの4つコネクターがあります。これだからシェルを外すときは積み下ろしするときはだからここで外してしまって、で外すと全部それにこう防水のキャップがありますんで。なるほど。それでその状態で車検を受けます。もうちゃんとだから外すことも考えて作られてるということですね。でちょっと気になったんですけど、これそれスタビライザーですね。全然やっぱ違います？その横ブレとか違いますね。これあえてポップアップはしないようにはしてる。もう全然しない。あくまでも防水が第一条件なんで。屋根も1枚もんのアルミの板。1枚もんや。周りしかない。でソーラーもついてると、これが175ワットぐらいですかね。75です。ここもね窓ですね。3面、両サイドと後ろと3面ついてる感じですね。ここがね工具箱、自作の工具箱がついてますね。すごいんですよ。すごい。こちらね中はちょっと後ほど見ていただくんですけれども、シンクがねついてまして、それの排水タンクがなんと外についてるということです。めっちゃシェルやで。これすごいよ。やっぱこれがね外にあるっていうんで、中を結構でかく使えるやん、収納とか別で。これはすごいなと思いますね。これも完全に自作で取り付けられたらしいです。ワイヤーがねわざとねじってあるんですよ。ですから閉めるときに挟まらない。挟むと思うんですけど、これひねってるので、そこ行くとこのなるほど、すげえ考えられてる。やばいですね。すごいセーフティーワイヤーですもんねこれ。すごい。いや考えられてますね。あと固定方法なんですけれども、これちょっと特殊なんですよね。このねトラック煽りを一応全部外してる構造になってるじゃないですか。これで固定してるんですよ。これなんそうなんです。ここにね
ここに金具ついてるでしょ。うん。こういう感じでこれがスッて抜けますんで、あ、こっちに。こっちに抜ける。そうですね。これを差し込んでるわけです。それで向きを変えてあるんです。前後に動かないように。ああ、なるほど。そう前向きいうことか。だからこれがほんまやったら横にこうすれる。うん。そうです。ちょっと独特な固定方法ですね。手でね、こう外せるっていうのはいいですねう。ん。で、脱着するときは、このキャップを外すと、40ミリの厚さ3ミリの角パイプが向こうへ。あ、ここに通るの。そう、はいスポッと通してそう前と後ろとやって、ここと前と。ここは。うんそうそうそう。四角いパイプをね。そうですね。設計的に強度に自信がないと、ここだけだとダメなんです。ここのところものすごい補強を入れてあるので、あここだけに力がかかっても大丈夫なんよ。なるほど。で、丸だと回転しちゃうので、うんうん角だと回転しないで。だから筋替えはいらないしで、足だけでうん。はあはあは自あ。あとは立します。もう一緒って感じですか、上げ方は。はいはい、外見の方は以上になりますね。はい、ではお待ちかねの中の方を見てみたいと思います。はい。じゃあまずね、もう入り口、開けた瞬間からすごいものが出てきました。これはまあそのシェルにね乗り降りするために使う、まあ、脚立というか、まあ、入り口ですよね。はい。はい、これも倒すだけで、はい、完成。めっちゃ簡単や。これすげえ。しかも重くなさそうやね。そう、軽い、全然軽いですよ。もうここもね、もう全部もう自作なんですよ。もうこの金具一つから、これ、こんなん。ちゃんと外せるようになってちゃんと外せるようになってるんですよ。車内の方は土足で OK ということですね。そういうスタイル、ね。アメリカンスタイルでございます。はい。まあ、ここにね、電気関係、結構レノジーで統一されてるみたいなんですけど、まあ、バッテリーの状態とかね、今何%あと残ってるとか、これは多分、インバーターかな違うんかなそうやね。あ、インバーターですね。はい。照明のスイッチなんですね。あ、全部調光できます。あ、素晴らしいですね。手元の方で。こちらがこのライト。うんで、これが上の、すごいですね。で、これもまとめてのオンオフかなそうです。あ、それで DC がもう全部切れちゃう。そういうことか。なるほど、なるほめんどくさい時は、こうやればいいんです。すごど。さすが、慣れてる持。ち主。あ、楽しいですね。楽しい。それではちょっと失礼いたします。マットがあるんですけど、なんとこのマットの下にですね、このステンレスのこのトレイみたいなのドレね、ンパンっていう。ドレンパン置いてましたよ。わかりますかね、ここに穴が開いている。水が溜まってもここから流れていくと。ドロドロになってもホースで水洗いして、こそうなんですっから水が吐けると。そうなんですよ。まあステンやからね。うんまあ錆びることはないじゃないですか。うんもらい錆びぐらいしかないから。そうだねはい。水にも強いということで。はい。これはすごいですよね。なんか考えられております。で、ここにね、12ボルト使えるようにここにね、あります。で、はいこれですよ。これ、わ、出てきた。出てきました。これよくオフィスとかにある下にね、ついてるこれちょっとこうやるあるね。あるねタイプのやつをわざとここにつけてるらしいんですよ。すごい。これいいわー。これすごいっすな。これでまあ100ボルトは使えるという感じでございますね。うんはいはい。で、ここね、開けるじゃないですか。はい。結構、開けるとですね、なんと、うわ、冷蔵庫が出てくるんです。やばないやばい。やばないこれ。なんなんこれ。このどこかのディーラーのあれやん。そうだね。これすごいよ、本当に。自作のやつじゃない。じゃあな、自作クオリティじゃないんですよ。これもね、ここを加工して作られてるんですよね、自分で全部。まあ当たり前やけど。うん。すごいです。ちなみに中の構造ってどんな感じになってます？中はアルミの角パイプに、はい内側もアルミの1ミリの板です。あ、なるほど。断熱材みたいなのは。断熱材は、スタイロフォームがスタイロフォーム。はい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 。角パイプが50なので、はいスタイロフォームも50。ああ、結構分厚いですぴっね。たりです。ああ、なるほど。で、ビニールレザー張りです。だから拭き掃除が。ああ、いいですね、いいですね。やっぱお掃除がしやすいうん。なってますね。もう濡れ雑巾でバーバー拭けます。ああ、いいですね。天井以外は全部。なるほど、なるほ天井ど。だけはね、さすがに。そうですね、そうですね。はい、天井でございます。パンチカーペット。床に引くカーペットを天井に使われてるみたいですね。これが使えるんで。なる
マジックテープが使えるためにわざとこうしてると。そう。こっちのトゲトゲした方、あるやんか。こういう方ね。こっちがくっつくんやって。なるほどね。ティッシュもキッチンペーパーのケースも全部これでついてる。どこでもつきます。引っ張ったら取れて、違うところにつけれるって。すごいな。あと、それも、そのポケット。いや、やべえ。こういうのちゃんと考えてんのすごいですね。なるほど。そのためにわざとこれを使ってると。へえ。ちょっと感動やわ、もう。で、ここら辺もなんかちょっと物を置くように。隙間が、ほんまやわ。ちょっとしたもんやったら置けますね。ちょっと長物とかでもいいかもね。そっち側はね、なんかちょっと置いてあるね。なるほど。これ何ですかこれ？それはディスプレイに使うロイヤルっていうメーカーのディスプレイ用の金物です。ですからどこにでも自由にセットできるんですけど、この高さもそうやしみたいな。ああ、なるほど。これだから売ってるやつをうまいこと利用して。そうです。それはもう既製品。なるほど。いやすごいですねでも。そっち側はいっぱい服かな？そうですね。服とかカバンとかあって。こっちもそうやね。でグリップゴムグリップみたいになってるから滑らないよね。走っててもね。頭ぶつけるんです。もう考えられてますね。ウォールポケットもあって。ここもね、一応金属の見た目でなんかそういうような感じ。そうですよね。なんかだから作りはったんかなちょっと思いましたもん。そうだからハンガーとか S 字フックとかそのクリップみたいなやつとかも。なんでこんないちいち洒落てんの？全部なんか金属関係。スタイリッシュね。スタイリッシュね。すごい宇宙船みたい。でこちらがテレビになります。で下がまあ時計ですね。でここにもまだからくりが一つございましてですね。これをですね、こうすんねん。うわ。こないなんねん。で、これもな、こないしたらな、こんなん出てきよんねん。やばない？すごっ。いやもうこの構想というか考えられた感が半端なくて。これが、ここにはまって止まってるっていうことだね。すごいよ。すごすぎひん？すごすぎる。まあなんかちょっと話をお聞きしたら線とかがごちゃごちゃするのが嫌やっていうところで隠したいっていうのがあったみたいなんです。もうね、もうやってる仕事がもうプロなんですよやっぱり。もうこの一つ一つ初めて見ました僕こんなん。そりゃそう。でもこれっていいよね。収納できるから場所も取らへんし。そうだね。使う時は片付けれるしね。そうなんですよ。まあ DVD とか見れて、テレビもまあ自分の好きなところでこうね見れるわけですから、これはすごいですわ本当。しまう時もほんまに同じ位置にこうやって戻すだけやから。換気扇ですかねこれは。それ扇風機ですね。扇風機。充電式なんですけど、その USB のまあそこから給電しながらもできるので。ああなるほど。このソケットもすごいですね。もうほんでこれは何ですか？それは室内アンテナです。テレビの。いっぱい束ねてあるので、場合によっては伸ばしてちょっとちゃうとこやって映るところに持っていくと。ああなるほどいうことですね。でですねこちらでございます。これがどのようになるのかというのをちょっと僕わからないんでやっていただこうかなと思います。おおすげえ。やばい。すごい。ああすごいわ。でさっきこの水がさっき外で紹介したところの排水タンクに入っていくということでございます。でこれはここで止まってるんですね。これ。でこいつの足に。いやいらないです。なくてもいけるんですか？ここに。これ。はい。これは場所がなくなっちゃうのでここへ。いやすごいです。ちょっと逃げといてもらって。はい。でこういう感じですね。でよく歯医者さんって言われます。ミュンって出てくるんが。これはもうすべて自作でお作りになられた。シンクユニットだけは Amazon で買いまあもうなんならこれまで作ったんちゃうかなぐらいな感じになりますよね。思ってまうね。すごい。で上にあったやつの中に旅館とか IH とかちょっと料理するときに使うようなやつね。カセットガスとかね、ボンベとかが入ってて、下のやつがシンクになるってことだね。やばいっす。はい。で、なんかこの排水パイプが、ここの回転する時の軸になってるようにやって、やばくない？無駄ないよね。いやーすげえ。全部考えられてるんですよ、この設計自体が。なんか、話聞いたところによると、設計図を書くのに1ヶ月かかったと。
そらかかるよ。おっしゃってるんですよね。やっぱね、クオリティ高いもんでそうですね。そうだね。やし、自分の使いたいようにとかってなると、やっぱりこうしよっかだとかっていろいろ出てくるしね。だから僕たちの妄想 DIY のうん絵描いてるようじゃダメなんですよ。これは外せるんですか？それはね、そこ引っかかってるだけなんですよ。へえそ。こ引っかかってるだけであほんまやす。だからどこでも、動かせるわけだはい、ね。どこでも。まあ基本その辺ですね。これがこう開きますから、おーこことここの高さが揃ってるので、あれが全部乗るようになって、ここが重さを受ける。ちょっと一回乗せても大丈夫ですか？はい。開けて、はい。くぼみのとこにあるとこまでは下がりますんで。すごい。あとはもう前も行くと。まあ前はそこまでしかいかないです。ああ、まあでも。骨がありますんで。じゃあこれを対面にうんこう座ることができるということですね。ちょっとまあ狭いです。いや、全然ですよ。でいいよな、この対面が。真ん中はですね、それを落として、あ、落としてあれを。クリーム色のやつが真ん中なんですね。おーで、今背もたれになってるグレーがこっち側なんです。それで全面ベッド。なるほど、なるほど。なんかイメージできました。まずゴミ箱を動かします。これも磁石でついてますんで。すごいねなるほど。もう動かんようにはほんまできとるわけです。そうです。こう上げるだけですね。おーほんまにかかってるだけなんや。これがこう抜けますんで。はい。それで、これをこう倒します。で、通常お水拭きはここなんですけど、ここをレバーを押すと、ここまで来ます。何なんですかそれ。でその時に床を守るためにこの1枚板を引いて、あはい、ここに着地させるんですけあ。ども、ただこのパイプが行くとこないので、これをこう畳むとここにこう入るんですよ。やば。はい全部考えてる。でこういった時にはこれは自然にここに戻るようになってます。だから解除する時だけここに手を入れて、はい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 。解除すればここになると。でこう閉めます。やば。これがあそこの穴にこれで着地するんですね。おーであそこが床を守るようになってなるほど。はいさっき外したところが短くなって足になってる。で次に背もたれ、これも段差があるのでこういう板で合わせてます。ああ、なるほど。これで平らになる。そういう向きなんですね。そうです。なるほどね。これがここへ来ます。おお。で最後にこれがこれで完成です。すげえ。一人で寝るには寝返り十分ですよね。寝返り2回ぐらいしてますね。なんかワクワクしますね。これであとこれを閉めれば結構夜ですね、この電気が眩しいんですよ夜で、これをこう閉めれば、はい、こんな感じですかね。これ閉めたら外からも見えないですもんね。あ、これ遮光ですね、完全に。めっちゃすごい。これやったらこのちょっと大きめのドア開けても中が見えへん。そうですよね、確かに。普段な、だからキャンプ場とかでもこれだけシュッとやっときゃそうそうそう中は見えへんし、気になるツボをついてるというか、うんはい、そこを全て改善ちゃんとしてるっていうのが、まあ自作のいいとこですよね。そうだねまあで、まずここまでのクオリティはなかなかさあね、すごいですよ、本当に。これ売れます。売れません。関連してる職業の方ってやっぱすごいよね。そうね、建築とかもそうやし、うんこういう金属加工とかもそうやけど、デザインとかねデザインとかやっぱすごいですよ、うん本当に。売ってほしいっていう人絶対いると思う。絶対いますよ。自分専用まあそうですよね。僕のサイズに合わせてもっと大きければもうちょっと大きく。ああ、なるほど。いやでもいいですね。まあ背高い人は斜めに寝たら十分。それでもうん。ね、いやでもいけるからね、これ。全然よ。広いもん。全然余裕です。一人やったら十分よね。十分。あー、なんか秘密基地感もすごいわ。うんええな。大人の秘密基地って感じよね。そうなんよ。おしゃれなんよ、ほんで。そでね、これ最後に、う。うん。これは何かということを。そう。なんか落ちへんようにかなんかなんかなとそう思ってそうたけど。そうなんですよね。これはですね、まあドア閉めるのにこれ直さないとダメじゃないですか。ああ、そうだね。はい。ほんなら、こういちいちこうせなあかん。結構これ激しめやね。ちょっとまあ軽いよ、軽いんですけど、いけるんやけども、体勢がちょっとしんどいなというので、この子がこううわこうでこうなんああ、それで、もうドアも閉めれると。ですよ。そういうことでございます。さよなら。
これやったらはしごとか踏み台が外に出しっぱなしになることもないし、駐車場とかでもねあんまり気にせずに止めれますもんね。はい、早く出てきてください。何をしてんの？開け方がわからない。こんな感じです。はい。はい。ということで、今回はこんな感じになりました。他で回ってて、本当に偶然出会って、お声かけいただいたんですよね。はい、今、中ちょっと拝見させてもらうと、これは紹介させていただかないとダメだなと思いまして、紹介させていただきました。これが自作と思えないクオリティでございます。売ってるやつやんなってぐらいのクオリティです。ということで、今回はこんな感じになりましたんで、また次回お会いしましょう。さよなら。